こんにちは、のすけです。前に公開した DRAM 付きの SSD を評価した動画。最近ののすけの動画としては好評だったので、2つ目の案件が来ました。今回も忖度しないことについて了解をもらっているので、率直に評価していきたいと思います。提供してもらったのはオリコの O7000。海外でセミ族と言われている SSD です。価格が安いのに実用的な性能なので、コスパの良さが評判らしいです。前回評価した SSD と比較するとこんな感じ。インターフェースは PCI Express Gen 4で DLC 難度。DRAM は搭載しておらず、高性のシーケンシャル読み込み速度は 7000MB/s で、定価は 17,980 円です。DLC 難度にハテナマークをつけているのは、どこかの時点で QLC 難度から TLC 難度に変更されているからです。これは他の SSD メーカーにも言えることですが、合成する部品を変更したら品名を変えてほしいです。さらに詳細なスペックがこちら。コントローラーはマキショで、難度は YMTC。一般的なセミ族の構成です。DRAM はついていないので HMB を使用しますが、容量の 32MB が気になるところ。ここで HMB について簡単におさらいしておくと、HMB はホストメモリーバッファーの略で、何度のどこにどのデータを記録してあるかの情報、アドレス変換テーブルを保存しているところです。DRAM ありの場合は、DRAM にアドレス変換テーブルを保存していますが、DRAM なしの場合はメインメモリーを間借りしてアドレス変換テーブルを保存しています。ただし、最大でも 64MB しか確保できないので、ランダムアクセス性能が劣ると言われています。前回 DRAM ありなしで比較したテストでは、多数のファイルをコピーしたときに、大幅に転送速度が低下した要因になったと考えました。なので今回も多数のファイルをコピーしたときの転送速度がポイントになりそうです。最後に SLC キャッシュの容量は参考としているデータベースに記載がなかったので、このあたりもテストで明らかにできたらと思っています。届いたものがこちら。中身は SSD 本体とシリコンのサーマルパッド、ヒートシンクと取り付け用のドライバーでした。ヒートシンクは安っぽく、いかにも廉価版といった感じ。取り付けははめ込むだけの簡単構造。ちゃんと冷やすことができるのか、少し不安な気持ちになります。とりあえずサーマルパッドを貼り付けて組み立て、一応ぴったりと組み付けることはできました。ヒートシンクを取り付けた状態でも厚さが 6mm しかないので汎用性は高そうです。早速テストを開始。テスト環境は前回と同じ Ryzen 7 8700G とデスクミニ X600 の組み合わせ。CPU 直結の M.2 に C ドライブの SSD が刺さっており、マザボ経由の M.2 に評価する SSD を搭載しています。まずはクリスタルディスクマークの結果から、3回計測して平均に近い結果を採用しています。シーケンシャルリードは 7000MB/s を超えて高承知通りの値。ランダムリードも 50MB/s を超えているので、まずまずの結果といったところ。シーケンシャルライトは 6100MB/s で、高承知より 5% ほど小さい値となりましたが、これはマザボ経由の M.2 に接続しているためと思います。ランダムライトは 150MB/s 近く出ていました。前回の GM7000 と比較するとこんな感じ。どちらも Gen 4の SSD としては上限に近い性能を発揮していると思います。次は 272GB の ZIP ファイルをコピーするテスト。SLC キャッシュがどの程度あるのかと、SLC キャッシュが切れた後の何度の転送速度を確認します。1倍速です。コピーを開始した直後、SLC キャッシュを使用している間の転送速度はだいたい 2.3GB/s ぐらい。約2分で 272GB のコピーが終わりました。間髪入れずに2本目に突入。だいたい 400GB ほどコピーしたところで SLC キャッシュが切れました。
SLC キャッシュが切れた後の転送速度はだいたい 200MB/s ぐらい。これもしかして、QLC 難度なんじゃね？一応事前にどのくらいの性能になるのか調べておいたのですが、TLC 難度であれば SLC キャッシュが切れても 800MB/s 程度の転送速度が出るらしいです。今回は 200MB/s。これはデータベースにある QLC 難度の転送速度 160MB/s とほぼ一致します。つまり提供してもらった SSD は古い QLC 難度だった可能性が高いです。で、オリコの担当者に、こんな性能で大丈夫かって問い合わせたんですが、言いの配りに自信満々の回答だったので、今回はこれでよしとします。ちなみに TLC 難度の答えについては、複数のレビュアーさんが性能を報告しているので、存在はしているのだと思います。ただ QLC と TLC が混在しているようなので、ガチャ要素が高め。気が強ければ TLC 難度、気が弱ければ QLC 難度という状況のようです。ということで今回は O7000 の QLC 難度の評価だったということにします。ZIP ファイルの結果を前回と比較するとこんな感じ。コピー開始直後、O7000 は約 2.3GB/s の転送速度、約 400GB コピーすると SLC キャッシュが枯渇し、QLC 難度の転送速度 200MB/s 程度まで一気に低下します。前回の SSD に見られた SLC キャッシュの書き換え処理による転送速度の一時的な低下は見られませんでした。貧弱そうに見えたヒートシンクも約 600GB のデータ転送で80度程度なので、ターマルスロットリングによる性能低下はなさそうです。最後は多数のファイルをコピーするテスト。ZIP ファイルに圧縮する前の筋トレ動画、約300個、272GB を D ドライブにコピー。コントローラーと HMB を評価します。8倍速です。コピー開始直後は ZIP ファイルの時と同様に 2.3GB/s 程度の転送速度が出ています。約2分で 272GB のコピーが完了。間髪入れずに2本目のコピーを開始します。500GB をコピーしたところで転送速度が低下。約 150MB/s 程度で上下しています。ただ、前回テストした DRAM なしのクルーシャル P3 プラスのように数 MB/s で停滞するようなことはありませんでした。なので、HMP が枯渇して転送速度が停滞するというよりは QLC 難度そのままの速度まで転送速度が低下しているように見えます。つまり O7000 のコントローラーは P3 プラスより優秀ってことなんだと思います。DRAM なしの HMB でも完全に転送が止まることはありませんでした。ということでテストが完了しました。テスト後にシールを剥がして難度を確認したところ、ナンバーが QLC のものであることを確認しました。あと、コントローラーはデータベースに載っていたマキシオ製ではなく、テナフェというメーカーでした。もう闇が深すぎてよくわかりません。少なくともこのコントローラーは優秀なので、DRAM なしの HMB でも転送が完全に止まることはありませんでした。ただ QLC 難度なので、SLC キャッシュが枯渇すると、転送速度が 200MB/s 程度まで低下します。TLC 難度であれば、もう少し良い性能になるのだと思います。TLC 難度を引き当てる自信がある人は、オリコから3000円の割引コードをもらったので、試してみてはいかがでしょうか。TLC 難度の当選報告待ってます。ではでは。